今日はもやし漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、もやし漬けを作っていきたいと思います。今回はですね、もやし1袋を丸々使ったやみつきになる美味しいもやし漬けレシピをご紹介していきます。さらにですね、こちらは電子レンジだけで簡単に作ることができます。作り方に所々ポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。もやし、長ネギ、大葉、めんつゆ、鶏ガラスープの素、おろし生姜、おろしにんにく、お砂糖、レモン汁、ごま油、白ごま。今回はこちらの材料で作っていきます。まずもやしなんですが、今回ね、切りよく1袋分で作っていきます。結構ね、こうやって傘があるように思えるんですが、加熱するとキュッと縮こまるので、あっという間になくなると思います。なので、たくさん食べたい時はね、2倍量で作ってみてください。続いて今回もやし以外に長ネギとあとは大葉を加えていきます。こちらはですね、とても香り高くて味のアクセントにもなるので、ぜひ入れて作ってみてください。あとはですね、めんつゆですね。こちらは2倍濃縮のめんつゆを使います。めんつゆも3倍濃縮や4倍濃縮があると思います。なのでこのめんつゆに関しましてはお好みでね、入れる量を調整して作ってみてください。あとはね、とてもベーシックな材料で作っていきます。ポイントとしてはお砂糖ですね。砂糖の甘みがちょっと加わることで味わい深い、とても美味しい仕上がりになります。ということで早速作っていきたいと思います。それではね、早速作っていきます。まずはじめに長ネギをみじん切りにしてください。切り方はお好みの方法でやっていただいて OK です。こんな感じでね、縦に線を入れて、そしてあとはまとめて切るとね、簡単にできます。ではね、みじん切りにしていきましょう。はい、このようにみじん切りにします。それでは続いて大葉ですね。大葉をまずね、さっと水洗いします。水洗いしたらね、きちんと水分を拭き取りましょう。しっかり水分を拭き取ってください。そしてね、茎部分を揃えて根元を切り落としてください。あとはですね、こちらを手前からくるくる巻きます。そしてまず半分に切って、このように切り口を揃えてください。そして細切りにしていきます。はい、大葉はこれで OK です。では続いてもやしですね。もやしはね、お湯で茹でていただいてもいいんですが、今回は簡単にね、電子レンジで加熱していきたいと思います。まずこのもやしをざるにあけて、そして水洗いしてください。水洗いしたらこのままボウルに入れましょう。そしてボウルに入れたらふわっとラップをかけます。ラップをかけたらですね、この表面に数箇所ね、穴を開けてください。こちらが空気の出入り口です。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で3分加熱します。3分加熱しました。そしたらやけどしないようにね、ラップを外してください。はい、今このような状態です。今ね、かなり水分があるので、一度こちらをざるにあけます。ざるにあけてしっかり水分をこんな感じでね、切ってください。この時ボウルがすごく熱いので、やけどしないように注意しましょう。あとはですね、キッチンペーパーで水分をしっかりちょっと軽く絞るイメージで水分を切ってください。水分が結構残ってるとね、水っぽくなっちゃうので注意しましょう。ただ結構この時も熱いのでね、やけどしないように無理のないぐらいで大丈夫です。水気を取ってください。はい、こんな感じで水分を絞ってください。そしたら下のボウルの水分を拭き取って、この中にもやしを入れます。最後もう一回しっかり水分を取ります。そしたらですね、もやしが熱々のうちに、ここに長ネギとおろし生姜、おろしにんにく、そして鶏ガラスープの素、お砂糖、あとはレモン汁、続いてめんつゆ、あとはごま油、そして白ごまで、最後大葉を加えます。これでしっかり和えましょう。この熱々のうちにこうやって味付けしていただくことで味が馴染みやすくなります。さらにね、熱々のうちに長ネギを加えると軽くね、長ネギにも火が通って長ネギの辛みを抜くことができます。このようにしっかり混ぜてください。このようにしっかり混ぜたら最後はね、上にピタッとラップを貼り付けます。そしてこのまま30分漬け込んでください。冷やして食べても美味しいので、お好みでね、冷やして食べたい場合はしっかり粗熱を取ってから冷蔵庫で漬け込んでください。
はい、30分経ちました。ラップを外します。このようにしっかり味も馴染んで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。はい、これでもやし漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、しっかり味が馴染んで美味しそうに仕上がってます。こちらね、全部で 200g なんですが、1人でもパクッといけちゃうぐらいの量になってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。もやしがすごくシャキシャキです。さらにね、味もしっかり染み込んでます。そしてこの大葉とネギの味のアクセントが最高です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のもやし漬けのポイントです。まずもやしなんですが、今回は1袋丸ごと使い切るレシピになってます。だいたい2人分ぐらいなんですけれども、1人でもね、ペロッと食べれちゃうぐらいの分量になります。なので、たくさん食べたい場合は倍量で作ってみてください。そしてもやしの火入れなんですが、今回は茹でずに手軽に電子レンジを使って加熱しました。そうすることでお湯を沸騰させる手間もないので、すごく簡単に作ることができます。加熱する時なんですが、一度さっと水洗いをしてざるで切ったらそのままボウルに移してラップをかけて、ラップの表面を数箇所ようじで穴を開けて、そして電子レンジで加熱してください。そして加熱した後なんですが、取り出す時にすごくボウルが熱いのでやけどしないようにだけ十分に注意していただけたらと思います。取り出したらざるにあけて、そしてしっかりねお湯を切って、そしてペーパーを使ってもやしの水分を拭き取ってください。ただこの時もねすごく熱いのでやけどだけには注意していただけたらと思います。できる限りね水分を拭き取ってください。あとはもやしが熱いうちにネギと大葉、あとは調味料を合わせてください。このように熱々のうちにもやしに味付けしていただくことで味がしっかり馴染んでくれます。さらにですね、ネギを熱々のうちに入れることでネギの辛みもね取ることができます。あとねだいたい30分ぐらい漬け込んでから召し上がってみてください。こちらねしっかり冷やしても美味しいので、冷やす場合はきちんと粗熱を取って冷ましてから冷蔵庫で冷やしていただけたらと思います。気持ちなんですが、もやしとか長ネギからも水分が出てくるので、できればその日のうち、長くてもね次の日までには召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はもやし漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。